肺発生における科学的奇跡、セークルアーンが明かす生命の誕生。セークルアーンにおける最も素晴らしい科学的奇跡の一つは、胎児の形成、肺発生に関する記述です。この問いに答える前に、預言者の時代における医学者や哲学者たちが、胎児の形成過程や形態についてどのような概念を持っていたかを知る必要があります。当時、科学、医学、哲学の権威は、ヒポクラテス、ガレノス、アリストテレスにありました。古代の誤った科学概念。アリストテレスはその著書、動物発生論の中で、男性の精液が子宮内に蓄積された女性の月経値に降りかかり、それを凝固させる。それはあたかも、レンネット、凝乳酵素が牛乳をチーズに変えるようなものである、と断言しました。つまり、胎児は月経血から作られる、と考えていたのです。今日、これは明白な、滑稽な迷信です。私たちは、女性が妊娠するとすぐに月経が止まり、血が子宮に蓄積されることもないことを完全に知っています。また、当時の医学の父とされたガレノスは、女性の体液は男性の精液に栄養を与えるものであり、それによって、精液の中に潜んでいる、小人のような胎児が膨らみ始める、と説きました。ガレノスは、男性の精液の中に極小の人間がすでに存在しており、女性の体内に入った後に栄養を得て徐々に大きくなっていくと想像していたのです。このように、当時の科学的合意としては、女性は生殖プロセスにおいて実質的な役割を果たしていないという見方が支配的でした。アリストテレスによれば精液は血を固めるだけであり、ガレノスによれば女性は単に精液の中の小人に栄養を与える器に過ぎなかったのです。クルアーンによる認識の修正。そのような原始的な文化と時代の中で、聖クルアーンはこれらの見解を修正し、胎児は、ヌトファ、アムシャージ、混合された雫すなわち男性と女性の両方に由来するものであり、男性だけのものではないと告げたのです。真に我らは、混合された、アムシャージ、一滴の精液から人間を作った。人間章2節。イスラームの学者たちや言語学者たちの全会一致の解釈によれば、アムシャージとは、男性と女性の混ざり合いを意味します。男性の体液の一部と女性の体液の一部が抽出され、それらが組み合わさることによって胎児が形成されるのです。また、アリストテレスが想像したように、液体のすべてから作られるのではなく、その精選された一部から作られるという点も極めて正確です。肺発生の科学、精液の一部から生まれる生命。男性の体液、精液のすべてからではなく、その中のごく一部から胎児が作られるという証拠は、クルアーンやスンナ、預言者の原稿録のどこにあるのでしょうか。聖クルアーンの中で、アッター、思考なるお方は次のように煽っています。それから彼、人間の末を、癒やしい水、精液の抽出物、スラーラから作られた。サジダ章8節。ここで使われている、スラーラ、シュララーという言葉は、何かから抽出されたものや、精髄ごく一部を意味します。胎児は男性の精液のすべてからではなく、そこから抽出された極めて微小な部分、すなわち現代科学でいうところの、精子が女性の要素と結びつくことで、ヌトファ、アムシャージ、混合された雫として形成されるのです。また、預言者ムハンマド、彼にアッラーの平安と祝福あれの正しいハディース、サヒーフ・ムスリム書集も、この事実を強調しています。水、精液のすべてから子が作られるのではない。段階的な創造、変態のプロセス。混合された雫、受精卵が形成された後、胎児はどうなるのでしょうか。クルアーンによれば、そこから胎児の段階的な創造、変態が始まります。これは、ガレノスが想像したような、男性の精液の中に隠れていた小人が単に膨らんでいく、前生説、プレフォーメーションという概念を真っ向から否定するものです。数世紀前まで主流だったこの、小人説が迷信であることを、クルアーンは1400年以上前に見抜いていました。胎児は、混合された一滴から始まり、一連の異なる創造の段階を経て形作られていくのです。アッラーは、あなた方を母の体内で、段階を追って次々に作り出される、創造の後の創造。ズマル章6節。胎児の形成段階、1400年前の聖クルアーンが記した奇跡。ヌトファ、アムシャージ、混合された雫、現代科学でいうところの、受精卵が現れた後、胎児は、アラカ、吸着物、凝結の段階へと移行します。次に我らは、その雫を、アラカに作り変えた。ムーミヌーン章14節。1、アラカ、英一重引用フラカーの驚くべき描写。アラカという言葉は、
クルアーン特有の驚くべき表現です。元々の意味は、皮膚に吸着して血を吸う小さな生物、ヒルを指します。現代科学の発見によれば、この段階の胎児は以下の2点において、アラかヒルと完全に一致しています。外観、外的な形態がヒルの形に酷似している。機能、子宮壁に吸着、懸垂し、そこから文字通り母親の血液を吸収して育つ。ここで注目すべきは、当時の迷信であった、月経地の凝固や、精液の中の小人、といった説が、クルアーンには一切登場しないことです。2、ムドガ・マック派の段階。アラカの次は、ムドガ、噛跡のある肉塊の段階です。それから、そのアラカを、ムドガンに作り変えた。ムーミヌーン章14節。なぜ、ムドガという言葉が使われたのでしょうか。アラカの段階を過ぎると、胎児は実際に、一口噛んだ後の肉の塊のような姿になります。この時期の胎児には、体節が現れますが、それはまるで肉を噛んだ時に残る、歯型のように見えます。一口の肉に残る歯の跡のような曲線までが、この段階の胎児の形と一致しているのです。考察なぜクルアーンは誤りを免れているのか。これらの表現がいかに独創的で精密であるか、堅くななもの以外に誰が否定できるでしょうか。なぜ聖クルアーンは、当時溢れていた数多くの迷信を一つも取り入れなかったのでしょうか。なぜ、現代科学が最近になってようやく突き止めた真実を、これほどまでに独歩的に語ることができたのでしょうか。その答えはただ一つ、聖クルアーンは、万物を地質される神、アッラーのお言葉である、ということです。イスラームこそが真実の宗教です。手遅れになる前に、そして死が訪れる前に、この真理に従うことに迷わないでください。歴史的証言現代以前のイスラーム学者は、この奇跡をどう見ていたか。ここで一つの問いが生じます。現代以前のイスラーム学者たちは、胎児の形成に関するこれらの科学的奇跡について、何か述べていたのだろうか。その答えは、イエス、しかりです。彼らは当時の支配的な科学的語尾を、聖クルアーンの知識によって明確に否定していました。イブン・ハジャル14世紀15世紀の言葉。解剖学者たちは、男性の精液が月経地を凝固させることで胎児ができると主張しているが、この章のハディース、預言者の原稿録は、その説を完全に打ち消している。アルクルトゥビー13世紀の解釈。彼ら、当時の学者たちは、胎児は男性の精液のみから形成され、子宮から血液を取り込むのだと主張している。しかし正しいのは、創造とは男性と女性の両方の体液からなるということである。それは、次の聖句があるからだ。真に我らは、混合された、アムシャージ、一滴の精液から人間を作った。人間章2節。さらに、クルトゥビーはこのように付け加えています。この聖句は、他の解釈の余地を許さないほど明白な証拠、テクストである。考察、時代を超越した洞察。注目すべきは、イマーム・クルトゥビーが述べた、他の解釈の余地を許さない、という言葉です。イスラームの学者たちは、当時の最先端とされていた周囲の科学的概念に流されることなく、聖クルアーンの知識のみに基づいて、現代科学が最終的に到達した結論を支持していました。聖クルアーンは、まさに人類にとって、前例のないメッセージを提示しているのです。預言者の原稿録、ハディースにおける科学的奇跡。預言者ムハンマド、彼にアッラーの平安と祝福あれのハディースには、現代科学と驚くほど一致する事実が含まれているのでしょうか。答えは、イエスです。ハディースに記された科学的事実をいくつか挙げます。第一の事実、人類の出現の時期。預言者、彼にアッラーの平安と祝福あれは次のように述べました。アッラーは金曜日の午後の遅い時間、創造の最後のひとときにアダムを作られた。つまり、アダム、人類は、創造の最後に現れたということです。これは今日、科学者の間で異論のない事実です。地球上の生命の歴史において、人類は最も新しく出現した生物の一つであるという科学的知見と完全に一致しています。第二の事実、お底骨、アジュブ・アッザナブの秘密。預言者、彼にアッラーの平安と祝福あれは次のように仰いました。アダムの子、人間の体はすべて土に帰るが、お底骨、アジュブ・アッザナブだけは別である。そこから人間は作られ、そこから復活の日に再び組み立てられる。アジュブ・アッザナブとは、脊椎の最下部にあるお底骨の領域を指します。現代の肺発生学によれば、妊娠3週目の初めに、現状、
プリミティブストリークと呼ばれるものが現れます。この極めて小さな帯状の構造こそが、胎児の形成と細胞の分化を司る司令塔であることが判明しました。3週目の終わりには、この現状は徐々に消失し、ビブ隆起、コーダルエミネンスへと変化します。そして最終的に、この構造はお底骨の領域に定着するのです。つまり、胎児の形成の起点となった、現状の名残は、お底骨に存在し続けているのです。1400年前、メッカで羊を飼っていた一人の男性が、近現代の高度な肺発生学でしか解明できなかったこの微細なプロセスを言い当てた事実は、驚嘆に値します。専門医でさえ、この生命の神秘を理解するのに苦労するほどの精密さがそこにはあります。第3の事実、人体の関節の数。預言者、彼にアッターの平安と祝福あれは、次のように仰いました。サヒーフ・ムスリム書集。アダムの子、人間はみんな、360の関節、ミフサルをもって作られている。アッターの偉大さを唱え、賛美し、唯一性を称し、感謝し、許しを乞い、道から石や棘や骨を除け、善を進め悪を禁じる。これらを360の関節の数だけ行う者は、その日、自身を地獄の火から遠ざけて歩むことになる。360という具体的な関節の数は、長年医学界でも議論の的となってきました。しかし、最新の医学資料や詳細な解剖学的研究により、成人の人体の関節の数はまさに360であることが定説となりました。この数字が1400年以上前に特定されていたことは、現代医学における驚くべき事実の一つです。